皆さんこんにちは。フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツクリエイターのゆうです。今回冒頭の動画は通常のカメラとレンズの組み合わせでは不可能な撮影をしています。僕はよくマクロ撮影をするのですが、マクロ撮影が好きな理由は自分の知らない世界を映し出すことができるからです。今回は僕がよく使うレンズを皆さんに紹介するとともに、マクロ撮影とは何か、実際に撮った写真や映像を皆さんにお見せしようと思います。僕が今まで皆さんに紹介する撮影機材の中で最も面白いものなので、皆さんがこの動画を最後まで見てくれたらとても嬉しいです。また皆さんが好きだった写真があったらそれをコメントで教えてください。今回皆さんに紹介するのはアストロリの 28mm F13 マクロ 2x のレンズになります。また今回紹介するのは360度回転させられるベースが備わっているタイプになります。 28mm なので広角マクロになります。 F13 と聞いて皆さんもお分かりの人もいるかもしれませんが、非常に暗いレンズになります。マクロ撮影をする上で大事なのは明るさです。なので照明機材を用意するか、あるいは付属のケーブルを使うことでレンズの先端から10段階調整可能なライトが点灯するので、それを使うこともできます。ケースも非常にかっこいいので所有欲が満たされるような、そんなレンズです。レンズは2本入っていて、直視型のプローブと90度のペリプローブがセットになっています。ちなみにペリプローブというのは90度曲がった先端を持ち、超接写横向き撮影が可能な特殊マクロレンズのことです。ペリというのはペリスコープの略で横向きに見る装置の意味があり、そこから名前の由来が来ています。レンズ本体はメインユニットとペリスコープの2分割構造を採用していて、マニュアルフォーカスのレンズとなっていて、絞りリングとフォーカスリングはレンズギアを採用し、動画撮影時にフォローフォーカスを容易にします。360度ベースが非常に便利で、シーンの複数の角度を撮影する場合に位置を調整することなく、レンズを回転して上向き、下向き、横向き、上向き45度の撮影が可能です。これが本当に便利で、今までは位置を調整しなければならなかったので、それが大変でした。では次にマクロ撮影とは何かということを皆さんにお話ししようと思います。よく質問を受けたり、あるいはそれはマクロ撮影ではなく小さいものを撮ってるのだからマイクロなのではないかと言われることがあるのですが、マクロ撮影というのは被写体を実物大またはそれ以上の大きさで撮影する写真技法のことです。等倍撮影以上の大きさで撮影ができることがマクロ撮影の基準になります。つまり被写体の実際のサイズがカメラのセンサー上に同じ大きさ以上で映る。例えば1センチの花びらがセンサー上でも1センチ以上になる。このような撮影技法をマクロ撮影と言います。よくある誤解として、近くから撮るイコールマクロ撮影と誤解する方がいます。それはクローズアップ撮影であり、等倍以上でないものは厳密にはマクロではありません。具体的な特徴としては、撮影距離は非常に近距離、被写界深度は非常に浅い、つまりピントが合う範囲が極端に狭いという特徴があります。なので撮影難易度は非常に高いです。被写体は主に花や昆虫、テクスチャ、目やジュエリーなどが対象のことが多いです。マクロ撮影に必要なものはマクロレンズ、照明、光が入りにくいのでリングライトやフラッシュが役に立つことが多いです。三脚は手ぶれ対策として必須になります。以上のものはマクロ撮影においてとても重要なものになります。マクロレンズ、特にこのプローブレンズは非常にブレるので、安定させて撮影をするためには三脚が必須です。ただ僕が撮影をするときには三脚を持って歩きたくないので、三脚なしで撮影をすることが多いです。そのため手ぶれしないための技術が少しだけ必要になります。次に実際に撮影した写真をいくつかお見せします。今回撮影した昆虫たちは
大きさで言うと数ミリで、一番大きくても1センチ程度の昆虫たちです。クモは 1.5 センチくらいのサイズだったかもしれません。このような小さい昆虫たちは肉眼ではどのような形になっているのか、どのような模様になっているのか知ることができません。それでもマクロ撮影であれば彼らの姿を捉えることができます。だから僕はマクロ撮影が大好きです。今皆さんにお見せしたいのは写真なので、動画ではどうなのかということをお話しします。実はこのレンズ、動画を撮るのは非常に難しいレンズです。というのもこのように長い形状をしているので、少しブレただけで映像上では大きなブレが発生してしまうためです。なので手持ちで動画を撮影することは正直かなり難しいです。実際に手持ちで撮影をした動画はこちらになります。ではどのようにすればこのレンズを使って面白い映像を撮れるのかというと、カメラスライダーを使うとこのレンズは普段見れないような世界を映し出すことができます。カメラスライダーの役割はカメラを滑らかに水平、垂直、斜めに移動させて映像に動きを与えることです。具体的な使用シーンは商品紹介動画、インタビューの雰囲気作りであったり、映画、ミュージックビデオのシネマティックショット、星空のタイムラプスなどで使われることが多いです。それを今回プローブレンズにカメラスライダーを使うとこのような映像が撮れます。めちゃめちゃ面白くないですか？こんな映像を普通のカメラとレンズの組み合わせで撮ることができないんです。それにこのレンズは先端から 20cm は防水なので水の中にも入れることができるんです。面白すぎてワクワクが止まらない、そんなレンズです。僕がこのレンズを持って撮影に行くときは、この暑い夏でもたくさん汗をかいたとしてもとても楽しくて、あっという間に2時間3時間と時間が過ぎてしまいます。それほどまでにとても興味深く、普段撮影が不可能な視点での撮影を可能にしてくれる、そんな素晴らしいレンズです。では気になる値段なのですが、これら2つのレンズがセットになっている場合には21万7800円、プローブレンズ単体だと12万8700円、ペリプローブレンズ単体だと14万8500円になります。このような特殊レンズは面白い撮影ができる一方で値段が高いという特徴もあり、持っている人はあまりいません。ですが逆にこのようなレンズを持っていると他の人とは異なる写真や動画を撮ることができます。僕は結構いろんな視点から撮影をするのが好きなので、マクロ撮影や望遠での撮影が大好きです。アストロにはプローブレンズだけでなく他にもマクロレンズやいろいろなレンズを取り扱っているメーカーなので、ぜひいろいろとチェックしてみてください。このような面白いレンズを製造・販売しているメーカーは僕にとってかなり貴重なので、今後もアストロリのレンズを使って皆さんにコンテンツをシェアすることができたらいいなと思っています。今後もたまに撮影機材を紹介する動画を作っていくので、楽しみにしてくれたらとても嬉しいです。今回のビデオを見てくれてありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。ではまた。